今回は愛媛3日間の旅、2基のトンネルを抜けて幻想的なライトアップ、ミシュラン一つ星の絶景、蛇口からジュース、商店街でグルメ満喫。ここはどこ？長寿で清めて、これは絶対外せない。海に近い駅へ。最後まで楽しんでください。羽田から1時間半で松山空港へ。ご当地キャラのみきゃん、悪役のダークみきゃん、伝説の蛇口からみかんジュースも。今治タオル売り場。空港から車で12分。まずは海沿いのみきゃんパーク梅心寺へ。電車だと乗り換えもあり、約1時間かかります。隣には梅心寺駅。ちょうどオレンジ色の伊予鉄道が通過中。2019年にオープンしたみきゃんパーク梅心寺。楽しめるカフェもあります。美味しそうなお土産が並びます。愛媛といえばやっぱりみかんですね。ここにも蛇口からみかんジュース。2階のカフェも覗いてみましょう。窓からは瀬戸内が見られます。松山の人気店、寿司えもん小栗店で昼食。岩村明則さんの親族が経営する本格派の回転寿司。店員さんの制服は野球のユニフォーム。まずは新鮮なブリ。宇和島直送の伊達マダイとふわふわのアナゴ。他にもたくさんの種類のお寿司がありますので、詳しくはホームページをご覧ください。お値段も良心的です。今日は松山市から車で1時間、大洲市を巡ります。大洲城の駐車場に車を止め散策へ。周辺には様々なお店が立ち並びます。伊予の小京都と呼ばれる理由が感じられます。日本ニアホテル大洲城下町を抜けて大洲城へ向かいます。伝統工法にこだわった木造で復元された天守。あいにくの天気ですが、気持ちのいい景色が広がります。大洲城を貸し切って泊まれる日本初の城泊、大洲城キャッスルステイ。とても特別な宿泊体験ができます。詳しくは概要欄にリンクを掲載しています。入館料、大人550円、15歳以下220円。明日、松山城へ登る予定なので、大洲城は外観だけ楽しむことにします。私の大好きな映画、男はつらいよのロケ地としても知られています。この後、城下町へ。うなぎの寝床、愛媛大洲店。地域文化商社の直営店。日本の手仕事が並ぶ店内。伝統的な建物と現代のアイテムが混じり合う空間。色とりどりの手仕事が並んでいます。お風呂好きなので四万十森林温泉の湯袋が気になってしまいました。天然ヒノキの香りに惹かれます。一つゲット。うなぎの寝床から歩いてすぐ、ひときわ風情ある建物が現れます。南予の伝統菓子、トウマンがいただけます。せんべいのようなカリッとした食感。黒糖味のトウマンを購入。中はキャラメルのような食感で、黒糖の香りが広がります。静かな城下町の路地。軒先にゆらゆらと揺れるカモメ。愛媛で人気のフルーツサンド店、海とカモメ。フルーツサンドも気になりますが、今回はみかんのスムージー。その場でミキサーにかけてくれます。甘く酸味は控えめ。
小フォロー村上邸の前を通り、我流醸造へ。赤レンガ倉庫で大津の果物を使ったクラフトビールを提供しています。100年以上前のレンガ倉庫を生かした空間。ランチやディナーとともにクラフトビールが楽しめるのも魅力です。坂を登って我流山荘へ。国の重要文化財です。英語と日本語の音声ガイドがあります。明治の貿易商が10年構想し、4年かけて築いた数寄屋建築。目の前にある石の柱は、かつてこの庭園にあった橋の一部です。千代松の一枚板。一枚板とは思えないですね。一枚板にあえて線が入れられています。丁寧なお仕事に感動します。元は浴室として建てられた建物。昭和24年に茶室へと改められました。フローワン。この川では鵜舟と屋形船が並ぶ合わせ鵜飼が行われます。またここフローワンは崖に張り出すように立っているため、その姿は屋形船からも楽しめます。楽しみにしていた下灘駅へ向かっています。多くの人が一度は目にしたことのある下灘駅。最近サブスクで見た流星の絆のドラマにもこの駅が登場していて嬉しかったです。夕日が近づくにつれ、海の色がゆっくり変わっていきます。この区間は架線がなくディーゼル列車が走ります。本数の少ない路線、運よく列車に出会えました。松山市街へ戻り、元祖宇和島鯛めし元水本店へ。宇和島鯛めしの元祖とも言われる創業100年を超える名店。引き締まった天然マダイか、脂の乗った愛媛特産の養殖鯛か、なかなか決められません。食べ方をチェックします。間違えないようにしないと。飲み物。今回は天然マダイに決定。宇和島鯛めしのご飯のおかわりは無料です。タレと卵を混ぜ、そこに薬味と鯛を入れます。それをご飯にかけていただきます。朝どれ一本釣り、鮮度は抜群。少し甘みのあるタレとよく合います。千山木も注文。ご飯はおひつで。おかわり自由。今日の宿泊は松山市駅のすぐ目の前、レフ松山市駅 by ベッセルホテルズさんです。別動画で紹介していますので、よかったらチャンネル登録してご覧ください。愛媛2日目スタート。今日の予定はこちら。たくさん回ります。最初に向かったのが松山市駅から車で15分、自然を頬張る空さんです。今日のお昼用にパンを購入します。国産素材無添加にこだわったお店。可愛らしい外観。
国産小麦や自家製天然酵母、清らかなお水、ミネラル豊富な海塩など、素材本来の甘みと旨みを引き出すパン作りをされています。卵や乳製品を使わないパンも多く、アレルギーがある方への配慮も感じられます。どれも美味しそうでついついトレーへ。お店で一番人気、注文を受けてから揚げるカレーパン。自家製カレーと国産小麦でザクザクもちもちの食感。卵たっぷりエッグタルト。一粒丸ごとマロンパイと長野県産リンゴを使ったアップルパイ。バニラビーンズ入り自家製豆乳クリームを使ったパン。具材がたっぷりと詰まったボリューミーなサンドイッチ。自家製バナナジャム使用のチョコバナナクロワッサン。自家製や国産など素材にこだわりがあるお店。安心していただけます。次に向かったのは伊予津彦ノ御の神社です。境内には多くの椿が自生し、お椿さんの名で親しまれています。駐車場に到着。利用時間は朝8時から午後6時まで。参拝目的での利用のみです。創建2000年を超える縁起開運や商売繁盛の神様として親しまれています。手水で心を清めます。この神社では愛媛最大のお祭り、椿祭りが行われています。旧正月の1月8日からの3日間、毎年多くの人が訪れる特別な期間です。このお祭りが終わると春が来ると言われています。わずか3日間で約50万人が参拝。これは松山市の人口とほぼ同じ規模です。次に訪れたのは二の丸史跡庭園。ここは松山城の中で人が暮らしていた場所を整備した庭園です。この門をくぐるとチケット売り場があります。入園料、大人200円、子供100円。ここで私が思わず感動してしまったエピソードをお話しさせてください。実はここ松山は日露戦争の時、日本で初めてロシア人捕虜の収容所が作られた場所。当時の松山の人たちは敵であるはずの彼らを国のために戦った勇士として敬意を持って温かく迎え入れました。道後温泉での入浴を勧めたり、町の散策を許したり、その交流の中で生まれたエピソードの一つが金貨のロマンスだったんです。収容されていたロシア人将校と日本人看護師の淡い恋物語。でもこの恋物語は当時の状況を考えると叶うわけがありません。そこでこの将校と看護師さんとの名前が連なるコインが庭園の井戸から発見されたと言われています。そのことからここは恋人の聖地とも言われています。今回は訪れていませんが、この名前が刻まれたコインは坂の上の雲ミュージアムに実物が展示されています。また余談ですが、100年以上経った今でもロシア兵たちの墓地は地元の学生たちによって守り続けられています。そして2019年の G20 大阪サミットに伴う日露首脳会談で、プーチン大統領は松山のロシア兵墓地を学生が清掃してくれていることに対し、安倍元首相へ感謝を述べたと報道されています。その話を知ったとき、私はこの庭園の景色が
特別で温かいものに見えてきました。水琴窟。水滴が落ちて中の空間で音が響きます。この竹を通って素敵な音色が聞こえてきます。聞こえますか？二の丸史跡庭園からロープウェイ乗り場に来ています。これに乗って松山城へ行きます。ロープウェイもリフトも料金は一緒です。リフトはすぐに乗れて所要時間6分。ロープウェイは10分間隔で所要時間3分。ロープウェイを降りてお城まで少し歩きます。坂道が多いため、車椅子の方は管理事務所へ連絡すると特別な道を通れるようです。右上の黒い建物は見張りのための施設です。実はこの建物の下の石垣はかなり珍しい構造なんです。積み上げられた石垣は圧倒的な迫力です。松山城天守。江戸時代以前に建てられた天守が現代まで残っているのは全国でわずか12城。松山城はその一つ。現在12天守の中で唯一徳川家ゆかりの松平家によって建てられたお城です。お城の中に入ってみましょう。まずは急な階段。鎧や掛け軸などが展示されています。また階段。お殿様は体力が必要だったんですね。この小さな窓から敵の動きを見張っていたのでしょうか。それともただ景色を眺めて癒されていたのでしょうか。松山城にゆかりのある武士の家紋。当時の武器も。刀を見るとゾクッとします。火縄銃体験コーナー。自由に手に取ることができます。想像以上に重くずっしりとした重厚感があります。天守からの眺め。松山の町がはるか下に広がっています。登るのは大変でしたが、この景色に出会えてよかったです。天守からの眺望はミシュランガイドで一つ星を獲得。この動画から少しでも感じていただけたら嬉しいです。帰りはリフトでゆらゆらと。
6分で到着。ロープウェイを降りて約2キロ、道後温泉駅へ来ました。文豪夏目漱石、坊ちゃんから名付けられた坊ちゃん列車が主に土日祝日に運行しています。こちらが坊ちゃん列車。町のシンボル、伊予鉄の路面電車が通ります。道後温泉駅の横にある道後の玄関口。時間になると坊ちゃんのキャラが登場するからくり時計もここに。時計の横には足湯もあります。道後ハイカラ通り。地元民に愛される名湯椿の湯や朝市も人気。観光客と松山市民が交差する道後の商店街です。商店街の中へ。道後ミルクチーズケーキ。2020年12月にできた比較的新しいお店。常に混んでいます。店内工房で作ったチーズを使用しています。つい見入ってしまう光景。いくつか店内でいただきました。桶は店内のみでの使用です。中にみかんが入っていて、チーズケーキの酸味ともよく合っていました。次に訪れたのは愛媛の食卓1970。蛇口からみかんジュース。ここがその始まりと言われています。レトロな店内は1970年代の食卓を再現。蛇口はなんと20種類。20種類のみかんジュースを選べます。どこをひねってもみかんジュース。まるでお菓子の家みたいです。蛇口からみかんジュース。実はこれ愛媛の学生の冗談から始まったんです。左からミックス、天草、湯気氷柑。ミックスはバランスのいい味、天草は酸味がしっかり、湯気氷柑は香りが良くて少し苦みがありました。皆さんはどれが気になりますか？続いて訪れたのは六時屋。1933年に創業した老舗のタルト専門店。保存料や食品添加物を一切加えないタルト。昭和天皇ご夫妻にも喜ばれたタルト。抹茶とタルトのセットは店内でもいただけます。次は壺屋菓子舗に来ています。夏目漱石、坊ちゃんに登場する団子屋のモデルになったお店。元祖坊ちゃん団子の老舗です。北海道産の小豆や白いんげん豆を使用。厳選した素材で1本ずつ丁寧に手作りされています。もちもちっとした食感であんは滑らか。それぞれにほのかな香りがありました。ガチャガチャが並ぶ賑やかな一角もあります。次は道後プリンです。お店のあちこちに可愛い猫のキャラクターが描かれています。どれにしようか迷ってしまいます。お土産用に購入。生クリームたっぷりで滑らかな食感でした。紙袋にも猫ちゃんのイラスト。最後に訪れたのは湯気の屋。2025年11月にオープンした新スポット。コンセプトは湯上がりスイーツ。一番の特徴はまん丸なたい焼き。表面には道後温泉の湯玉模様。ハムエッグを購入。甘めでサクッとした生地にハムの塩味と目玉焼きがよく合います。
商店街を抜けて右に曲がると道後温泉本館があります。約3000年の歴史を持つ日本最古の温泉地。5年半にわたる保存終了を得て2024年7月に全館営業を再開しました。夜の外観も後でお見せしますね。商店街とは反対方向にあたる水口酒造へ来ました。登録有形文化財に指定された建物、時代が止まったかのような美しさ。1895年創業、道後地区で唯一の造り酒屋。名物道後ビールはここで作られています。事前予約制で酒造りやビール工場を見学できます。煮きたつの良水と愛媛県産の酒米で仕込まれた地酒です。まさに地元で生まれたお酒です。ショップ併設のバーカウンターで地ビールや日本酒を楽しめます。メニューはこちら。試飲もできます。試飲中。一度ホテルに戻り、食事の後、夜の道後温泉街を散策します。よかったらチャンネル登録をして別動画でホテルの詳細もご覧ください。夜の散策へやってきました。まずは道後温泉本館。蜷川美香さんとの幻想的なコラボライトアップ。入浴料は700円から、上の階や個室は追加料金があります。料金体系はやや複雑なため、詳しくは公式ホームページをご覧ください。賑やかだった商店街の夜の風景です。道後温泉別館飛鳥の湯。飛鳥の湯は開業からまだ7年。聖徳太子が道後温泉を訪れた伝説をもとに、飛鳥時代を再現した温泉施設です。本館は整理券が必要ですが、こちらはすぐに入ることができます。お急ぎの方におすすめ。温泉利用の方は市営駐車場が無料になります。空の散歩道。道後温泉や道後の町を真上から見下ろせます。源泉かけ流しの足湯も無料で利用できます。足湯の利用時間は朝6時から夜9時までです。足湯に浸かりながらゆっくり景色を楽しめます。ライトアップとはまた違う本館裏側の古風な趣が楽しめます。今日は最終日。道後から車で1時間強、しまなみ海道まで足を伸ばしました。来島海峡大橋を渡っています。穏やかな海に島々が点在しています。ここは日本で最初に指定された国立公園、瀬戸内国立公園。霧島や雲仙とともに最初に指定された国立公園。この橋が島の暮らしを広げています。フェリーで海を渡ることもできます。楽しみ方はいろいろです。大山積神社に到着。三島神社と山積神社の総本社。神話の時代、大山積守がこの地に鎮まったのが始まりとされています。神門をくぐるとひんやりとした空気が広がります。海の神、山の神、武神の神として知られています。古くから日本総鎮守として崇められてきました。武将たちが勝利を祈願し、武具を奉納した場所。門を守る狛犬。樹齢2600年を超えるご神木の大楠。この大楠は
どれだけの人々を見守ってきたのでしょうか。階段を上って本殿へ。ご朱印をいただきました。大山積神社から徒歩5分、天然記念物の行き来の御門へ。樹齢約3000年、長い年月が作った木の門。この門をくぐると長寿のご利益があると言い伝えられています。早速くぐってみます。木のエネルギーに包まれる気がします。この空気が皆さんにも伝わっていたら嬉しいです。あ、猫ちゃん。あら。優しい波音。こんな海で釣りや海水浴をしてみたいな。道路のすぐそばにこんな素敵な場所があるなんて。多々良大橋の眺めも素敵。先ほどの海岸から少し先にある喜楼山展望台。設計は隈研吾氏。標高307メートルから瀬戸内の大パノラマを見ることができます。正面に世界初の三連吊り橋、来島海峡大橋も望めます。しまなみ屈指の絶景スポット、ぜひ立ち寄ってみてください。次はお昼ご飯。旅行の計画を立てた時から気になっていたお蕎麦屋さんへ。大三島にあるしまなみそば一泉さん。店主がこだわり抜いた国産そば粉を使用した本格手打ちそば。10割と2八が選べます。こちらも石臼びきこだわりのそば、楽しみだな。まずは揚げそばといりこだし、食前の嬉しいサービス。清潔な厨房、居心地がいいです。大勢でもゆっくりできそう。きのこそば。きのことネギの温かいつゆでいただきます。そばの実の入った焼き味噌ご飯。味噌の香ばしさが癖になりそう。私は二八そば、コシがあってとっても美味しい。きのこのつゆと絡んで旨味が引き立っています。エビ、鶏、きのこ、野菜の天ぷら、衣がサクサク。来れてよかった。ごちそうさまでした。Today's journey stays with me, becomes the strength for what's ahead. Every smile, every tear, I hold them gently in my heart. I don't turn back, I move along. The road is calling me again for tomorrow's unknown faces. I said